20冊目は、みんなで作った遍路地図、上巻です。コミュニティ型の四国お遍路ポータルサイト、みんなの遍路が作成した四国遍路ガイドマップです。ポータルサイトの会員のアンケート、要望をもとに作成されており、歩きを遍路をするために欲しい情報がたくさん掲載されております。例えば、宿泊施設情報は QR コードが書かれており、ポータルサイトのホームページが表示されるため、最新情報がわかります。遍路道の分岐点の看板などの目印は、本物そっくりのイラストです。傾斜マークがあるので、道のアップダウンがわかりやすいです。遍路小屋や休憩所は写真付きなので、安心して探すことができます。飲食店、銭湯、難所前の自販機なども掲載されています。そして上が北です。まさにかゆいところに手が届く内容です。注意点としては、現時点では上巻のみ販売されており、徳島から高知の部分のみです。下巻である愛媛から香川は現在作成中のようです。遍路道の赤線はベーシックな道を優先して表示されています。場所によっては古道などは線引きされていません。別格霊場や番外霊場も含まれていません。上下2巻となると、通し打ちで持ち歩くには少し重いかな、と感じます。スマホの地図はちょっと不便と後書きに書かれているので、電子版は望めそうもないですが、個人的には電子版を作成し、常に新しい情報に更新されている地図が欲しいなと思いました。21冊目は、卒樹遍路です。夫90歳、妻83歳の辻元夫婦の歩きお遍路体験記です。ご夫婦で合計5回の通しお遍路をしており、すべての体験記が書かれています。90歳と83歳というご年齢で一周を歩き通す。もうすごいとしか言いようがありません。著者の辻元さんご夫婦については、歩いている時にテレビや新聞など様々なメディアで報道もされたので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。ご夫婦は歩くに重点を置いており、ひたすら歩いています。1回目のお遍路は1995年の夏で、66歳と60歳。39日間で結願したようで、しかも9日目で24番穂津岬島で歩いてます。真夏の暑い時期にその速さは驚きです。スピードは決して速くはないようですが、とにかく歩いている時間が長いです。早朝4時ぐらいから歩き出してるので、休憩を含めて1日12時間ぐらいは歩いているようで、まさにウサギと亀の凄さですね。4回目のお遍路は2016年の秋で、米寿と繁寿。同じ時期に私も初めて歩きお遍路をしました。私が泊まった宿では、80代のご夫婦が今まさに歩いてるという話を耳にしました。お会いすることはありませんでしたが、全く同じ時間にお遍路をしていたと思うと、感慨深いものがあります。5回目のお遍路は90歳と83歳。60日間で結願されています。小山寺を登っている姿を YouTube で見ましたが、本当に素晴らしいです。卒樹でお遍路をする。これは私にとって夢であり、憧れであり、目標となりました。22冊目は、ふらりお遍路旅です。仏像イラストレーターとして有名な田中宏美さんが約2年半かけて細かく区切り打ちをしながらお遍路旅をした体験記です。イラストレーターらしく可愛らしいイラストが至るところに描かれています。途中で漫画などもあり楽しめます。勝手ながらイラストは100日後に死ぬワニに似ていると思いました。著者は仏像好きなだけあり、札所では宝物館や霊宝殿など有料の拝観などもされています。33番設計時の毘沙門天は私も見ましたが、かっこいいと同じ感想を抱きました。70番元山路に九里火事なるものがあるのをこの本を読んで初めて知りました。いくつかの札所では宿坊にも泊まられており、宿坊での話は興味深く参考になりました。少し残念なのは、お遍路の中身というか、工程が詳しく書かれていない点です。
イラストや漫画でカバーされてはいますが、結果的にリアルがあまり感じられませんでした。遍路転がしに7時間かかったと言われても、苦しさはあまり伝わってこなかったです。23冊目は、四国遍路道、弘法大師伝説をめぐる、です。タイトルの通り、四国に多く伝わる弘法大師伝説を紹介し、考察した面白い本です。四国遍路や弘法大師をいろいろと知りたいと思うマニアックな人向けであり、一般人向けでは決してありません。弘法大師にまつわる伝説にはいくつか有名なものがあり、私も右衛門三郎の話、豊ヶ橋の話、写真が岳禅城の話ぐらいは知っていました。この本ではその他のいろんな伝説が数多く紹介されています。全く知らない場所や知っている場所だが伝説を知らなかったため素通りしてしまった場所も紹介されていて、お遍路前に読んでおけばよかったと少し後悔しています。一番面白いと感じたのはサバ大師伝説でしょうか。サバ大師なのに弘法大師関係ないかもとか、もう笑うしかありません。そもそも誕生の地について諸説あるという話も興味深いです。善通寺、海岸寺、仏母院と3カ所の説があるようです。著者がいくら大師が超人でも3カ所で誕生するのは無茶であると突っ込んでいるところはユニークで面白いです。弘法大師に限らずですが、伝説は突っ込みどころが多いですね。奥の院の紹介などもあり、次にお遍路する時があれば寄ってみたくなりました。著者は四国遍路を俗なる聖地と称していますが、まさにその通りだと感じる本です。